ある一定基準まで来たら分からなさそうというか、俺でも DJ できると思う。リズムとかメロディーを作ろうとしたらあれできないな。毎日のように作曲してますよ。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。僕も最初DJ なんか単に曲流してるんじゃん、俺もできるみたいな感じを持っていて、実はやることがめちゃくちゃ多いですね。しかも大体リアルタイムでやらなきゃいけないし、ここの一番その切り替えのポイントを逃したらもう事故ですよ。その時はなんとなくなんかループとかで直さなきゃいけないですね。どんな世界でも分かる人は分かるんだろうなと思うんですけど、この DJ のうまい下手とかって当然有名な DJ の人っていっぱいいるじゃないですか。なんかうまいって思えんのかなというか、なんかある一定基準まで来たら分からなさそうというか。また失礼なこと言ってる。いやそうなんですよ。なんかたこ焼きうまいうまいって言うけど、たこ焼きの上限値決まってるやろみたいな言い方。いやそんなことそうじゃないですけど、だからそこがなんかすごいなと思ってというか、なんか自分の分からへん世界だなっていう、なんか聞き込んだらそうやって分かるもんなんですか。DJ の人いろいろ聞いていくと、いややっぱこの人はうまいな、この人はやっぱそうでもないなみたいな分かるんですか。そうですね、やっぱ自分やり始めると、クラブ行った時別に画面見ずに単に DJ のその動きを見るんですね。店に行ったら、大きな機材でなんか4つのチャンネルもあって、これ全部使ってるなと思った人が、すごいなと思いますね。4つのチャンネルってどういうことなんですか。これ2つのテーブルだけじゃないですか。4つというかもう2つがあって、なので今はここに流している曲をセットして、この次の流している曲をセットして、で4つがあれば、一緒に流せるんですね。この2曲をミックスして、で次のこの2曲ミックスして、なんか同時に出せるってことですね。なんかもう1曲1曲の切り替えじゃなく、2曲と2曲の切り替えみたいな。そうそういう人もいます。すごい。なんかだから知ってる曲だったらちょっと実感できるかなとは思った。この曲とこの曲をこうつなげるんだっていうね。今あまりにも自然につながりすぎてて、なんかもうそう編集した曲だと思っちゃうから、多分それをリアルタイムで不自然なくつなげてるんだろうけど、戦いワンダブルワンダブル O で。からビューティフルジョイみたいなね。こうつながるかみたいな。これいいですね。だからある程度このなんていうか曲のテンションが同じ曲でつなげていくみたいなことだよね。そうですね。やっぱBPM が近い曲がつなげやすいっていうことですね。これなんか普段音楽聴いてても、なんかこの曲あの曲とつながりそうだなとかあります。めっちゃあります。僕もありますよ。ファミコンのサッカーの BGM とバレーボールの BGM はめっちゃ自然につながります。全然わからない。任天堂が音楽聴けるアプリのサービスやってて、スイッチのオンラインのサービス入ってるとそのアプリが落とせて、で任天堂のその過去のタイトル、ファミコンとかスーファミとか今時の曲とかも聴けるアプリがあるんだけど、それで多分サッカーとベースボール聴けるんじゃないかな。まだラインナップに入ってないかな。もし入ってたらぜひ聴いてほしいんですけど、もうそのサッカーの1ループの後にバレーボールの1ループ、もうただ乱暴につなげるだけで1曲になります。聞いてみたいですね。あれだったらもう俺でも DJ できると思う。もうこうやってないですよそれ。やってない。こう並べてるだけですよ。だからこっちが最初だったらこっち最初押すだけだから。そうじゃないやつをだからこれはつなげるってことですよね。
すごいね。なんか俺なんか本当に無気力で生きてる人間だからさ、もう面白そうだなと思ってもこの機械見ただけでもうひるむよねこれね。意味わかんないもんこんなボタンの数とかつまみとか。なんか適当にいじくってなんかロボット操縦ごっこはしたいなと思うけど。意外とお手軽にこうやってできるんですね。そうですね。あ、これいくら？これ44,000円。まあまあするねでもね。店で置いてあるやつはだいたい何十万円かかるんですね。だからまあこれその入門編というか。そうですね。エントリーモデルみたいです。ああ、それなんか欲しいやつとかあるの？欲しいやつとか、まだ考えてないんですけど、店に行くとそこの機材を触れる機会が、それ見たらなんか欲しいやつは多分できちゃう。ってなるよね。そうですね。だっていやこれでも十分すごいつまみの数だけど、もっとすごいわけでしょ多分。そう。もうコントロールできるところが、はい、ね。でも基本的な機能は同じじゃないと操作分からなかったりとかしないんですか？これ基本の機能はほぼ入ってて、店の大きなやつ行くとなんかもっと便利な、例えば FX の選び方がもっと便利な、いっぱいのボタンがあると選びやすいですね。それはだってファミコンのコントローラーより今時のプレイステーションのコントローラーの方がだってもうまあそれはまあそうなんですけど、はい、でもファミコン時代ファミコンやってるた時期の子供にパッてコントローラーとしても LR ってわけわかんないんじゃないかなというかね。だから逆にファミコンのコントローラーに狼落とし込めみたいな無理難題を与えられたいけどね。どうするこのボタンの数でって。まあそうですね。もうゲーム作る上でも今ボタン多くないとできひんというか。そう。だからそういうさオーダーを与えられるとちょっと燃えてこない。まあわかりますよ。こうカレーライスで、ドンってきた時にルーがこれしかない時にこれでどうペース配分してこの飯全部食うかみたいな、高級幕の内弁当みたいなやつもらうんだけど高級すぎてこれほぼほぼおかずにならねえやつだぞって時にまあギリこのサバの塩焼きが飯のおかずになるかなみたいないうのでどうこの飯をマネジメントするかみたいなそういう萌えがあるよね。さっきのゲームの話で言うともう僕やっぱ自分がゲーム業界入った時にもう Wii の開発とか当然してなかったので、なんか Wii リモコンとかあとキネクトとかなんか辺とかでのゲームとか作ってみたかったよなみたいなのはあったりしますね。まあでも消えたしもうあれはああいうもんだった金井君、はい、この音楽系でそうですね、ちょっとこの後話すのにも少し触れるんですけど、自分今生成 AI みたいなところもやってて、音楽系の AI も今あるんですよね。そうですね。でスーノ AI っていうやつがあって、毎月$10払えば商用利用もできるんですけど、もう結構先ほど神谷さんおっしゃってたようになんかこれ見ても結構やっぱうってなるところ、素人だとあると思うんですけど、そのスーノ AI だと結構適当にやってもいい感じの曲が作れるっていうソフトがありまして、そういうなんか作曲とかは今なんか AI とかで作ってて、シュウさんとかはそういうのとか自分で作曲とかやらないのかなってちょっと。作曲一回試してみたんですけど、ドラムとかあそこ使ってリズムとかメロディーを作ろうとしたらあれできないな。僕楽器の経験が全くないんですよ。なんかちょっと一回こけてました。俺でもね子供の頃オトッキーで作曲してたよ。オトッキー耳コピーみたい。いやファミコンのソフトでちょっとよくわからない横集なんですけど、弾を打つと音が鳴るみたいな。でちょっとこうコード進行に合わせたいい音階の音が鳴りながら弾を打てるっていうなんか音楽シューティングゲームみたいなやつなんだけど、それに作曲モードってあって4小節くらいかな、ちょっと俺音楽的なことよくわかんないんだけど、その4小節くらいの短い長さの曲、そこでこうドレミとかこうリズム体とか打ったりして作曲できるんですよ。ファミコンのハードなんで3音プラスそのノイズ音っていう4つのチャンネルしかないんですけど、これでもう毎日のように作曲してましたよ僕は。僕は音は本当に。でもうちょっと後の世代になると最近発表されたんだけどスイッチでマリオペイントがリリースされたのかな、されるのかな。マリオペイントの中にも作曲モードがあって。
あれ確かねシャープが使えないのかな。だからちょっと作れる曲の幅は狭くなるんだけど、あれもちょっとした長さの曲を作れて、ドレミとかって置いていくと音楽作れるっていう。なんかああいうのがなんか若者の音楽作ろうっていうところのこう導入に一役買ってるのかなみたいな。今はもうね PC も普及してそんなツールもたくさんあるだろうからスマホでも作曲できるし、間口広いかもしれないけど、まあなんか任天堂のゲームメーカーみたいな、あれでゲームを作るみたいなイメージですね。あでもそんなんやってみてはしたんだ。まあそういうソフトを使うんじゃなくて、まあデスクトップミュージックのそういうソフトを使って、少し試してみました。音楽できる人は尊敬します僕は。いや音楽できる人は本当にねわけわかんないよね。僕は本当苦手で、昔からもう音楽の授業とかも本当に成績悪いタイプ。めちゃくちゃ恥ずかしいのが、なんかその小学校の卒業写真とかになんか音楽会とかのその写真みたいなの載ってるんですけど、僕だけ笛を押さえてる指違うんですよ。カラオケとかは？カラオケも好きじゃないですね。人前で歌うの苦手ですね。聞くのは好きなんですけどね。人並みにですけど、人並みにぐらい好きなんですけど。いやまあこういう仕事してると、それもプログラマーも、まあそのアーティストの人たちもみんなそうだけど、もう特殊能力だなと思って見てて、サウンドの人もさ、まあコンポーザーとか、わけわかんねえなと思うんだよね。なんかその例えば狼のなんとか村のでこんな雰囲気でっていう、まあ、話を伝えてで作ってもらうわけじゃん。もうなんかもうバチッとハマる曲作ってくるじゃん。どうやって取っかかりは何なのって思うんだよね。頭の中に何が生まれるんだろう。まあそうですね。なんか情景が音に変わってるみたいなことなんですかね。特殊能力だよね。そうですね。サウンドスタッフ募集してます。まあしゅんくんプログラマーだと思うんですけど、このプログラマー的になんかと似てることあるなみたいなのがあったりするんですか？似てることなんか無理やり出さなくてもいいですよ。ゲーム制作に似てること僕はあって、例えば、スタンドの、バトルの BGM から普通の BGM に切り替えるとき、やっぱ何かしらのあれを入れたら自然に切り替えることで、それが一番良いかなと思います。なるほどなるほど。じゃあそういうのが今後生かされていく。期待できます。どうでしたか？シュウ君の DJ のやつですよね。いや僕だからその DJ のなんていうんですかね、やることってあんま分かってなくて、その音つないでそのテンション上げるっていうことぐらいしか分かってなかったんですけど、やっぱ今日聞いててそのなんか結構技術の部分いろいろあって、しかもそれを実際にこう目の前で見せてもらって、なんか結構勉強になったし興味なんか持てたなっていうのすごい思いましたね。単純にだからその A の曲から B の曲にこう移行していく、単純にこうねボリュームをクロスフェードさせるだけじゃなくて、なんかいろんなこうやってんだなっていうのを、何かやってるってことはDJ っていう存在自体は知ってたんですけど、ね、目の前で見たのが初めてだったんで、興味深かったですよね。でもやっぱやってるとずっと普段このなんていうんですか、音楽聴いてるとこれとこれつながるみたいなのとかもやっぱり、思うんだなと思いましたし、なんか曲聴くのが楽しくなるかもしれない。こう DJ のそういうステージでこういう風につないだら面白そうだとか、その会場のテンションに応じてこんな曲使ったらいいんじゃないかみたいなね、そういう曲選ぶも楽しいんだろうなと思って。あともうゲームにも活かせるって言ってくれてたんで、それは期待しましょう。そうですね。それが活かされていいなと思ってます。